こんにちは、月島です。ソニー ZV-E10 の開封レビュー後編です。前回は開封をしてカメラ各部を確認しました。今回は私が ZV-E10 を使用したい目的や購入した理由を流れに沿って順番にお話ししていきたいと思います。目次です。私の使用目的、コンデジで俯瞰撮影する理由と問題、Vlog カム、見つけた交換レンズ、ZV-E10 に期待する機能、コンデジと比較、最後にまとめと次回予告です。それでは最初に私がこのカメラを使用したい目的から見ていきたいと思います。いつもレビュー動画を撮影するときは俯瞰撮影のカットを入れます。私はこの ZV-E10 を俯瞰撮影用の動画機として使用するために購入しました。そして今まで俯瞰撮影に使用していたのがコンデジの RX100 Mark IV です。ですので今回は ZV-E10 に買い替えた形になります。次は今まで RX100 Mark IV を使って俯瞰撮影してきた理由と問題点について見ていきたいと思います。理由は2つあります。理由1、軽くてコンパクトだからです。俯瞰撮影でカメラを固定するときはスリックのスライディングアーム2を使用しています。先端にカメラを固定して使います。カウンターウェイトをつけることもできますが、重いカメラを設置するのは倒れるリスクがあります。RX100 Mark IV は約 300g ですので、倒れてしまう心配は全くありませんでした。理由2、長いレンズを装着したカメラは重くなるのと同時にズームした時に机との距離が近くなります。こちらは α6600 と SEL1655G の組み合わせです。私が持つ中で一番長いレンズです。これをズームするとこれだけ長くなります。吊り下げるとそれだけ机に近づきますので、この状態だと被写体に近づきすぎます。最短撮影距離を考えるとピントを合わせるのも難しくなります。また重いカメラを使うとスライディングアームの角度を変えるのも大変でした。次は RX100 Mark IV の動画撮影時の問題について見ていきたいと思います。RX100 Mark IV は 4K 撮影もできますが、動画撮影機能はそんなに強くないと思います。いつも使用しながら気にしていた問題が2つあります。問題1、バッテリーが非力です。動画を撮影しているとみるみる消費していきます。問題2、発熱に弱いです。10分以上連続して撮影していると高温を示すマークがたびたび表示されるようになります。それが目に入るといつ録画が強制的に止まってしまうのか気になってしまいます。私は 4K 撮影はしませんが、実際に強制的に録画停止になったことが何回かあります。以上2つの問題があって代わりになる軽めでコンパクトなカメラをなんとなく探していました。昨年発売された ZV-1 にはかなり注目していて購入寸前まで行ったのですが、私にとって必須の機能がなかったので見送りました。その機能はステップズームです。RX100 Mark IV は初期設定ではズームレバーで画角を決めます。他のカメラでもよく見るズームレバーです。ただ RX100 Mark IV はステップズームという機能を有効にするとレンズの周りにあるコントロールリングに 28mm、35mm、50mm、70mm とズーム位置を設定できます。24mm、28mm、35mm、50mm、70mm。これが撮影時に非常に便利でした。ズーム位置は電源を一度切るとクリアされてしまいますので、撮影を一時中断してまた再開した時に画角を全く同じに設定できるので良い機能でした。
残念ながら ZV-1 にはコントロールリングがありませんので、ステップズームも使用できないことが分かりました。軽いカメラという視点で考えた場合、キットレンズを使用すれば ZV-E10 はありだなと考えました。センサーも1型より APS-C の方が写りも良いと思います。そう考えていたのですが、ヘルプガイドを見てもステップズーム機能はないようでした。ステップズームがないとパワーズームで画角を操作するのですが、私に使いこなす自信はありません。なので ZV-E10 も一時は買うことはないかなと思って見ていました。SEL1655G のようにマニュアルでズームできるレンズで小さいものがあればズーム問題を解決できるのではないかと思い、いろいろ調べてみました。その中で良さげなレンズを発見しました。ソニーの SEL1670Z です。マニュアルで画角の操作ができて約 300g と軽いレンズです。サイズもコンパクトな部類に入ると思います。これと ZV-E10 を組み合わせて俯瞰撮影をしてみようとなりました。カメラ本体とレンズで合わせて 650g くらいですので、スライディングアームに吊り下げても大丈夫な気がしています。以上の理由が重なり、今回 ZV-E10 の購入を決定しました。バリアングルモニターが使いやすいのか気になります。RX100M4 や α6000 シリーズはチルト式のモニターでした。自撮りには対応していますが、開いた時にモニターの下部が本体と被ってしまい、見えないデータがある場合がありましたので、この辺が見やすくなるといいなと思います。ただ、バリアングルだと横に広がりますので、狭い机に置いて撮影する時などは逆に邪魔にならないか心配です。これは大きく改善されていて安心です。ZV-E10 は録画中にモニターに赤枠が大きく表示されるのと録画中ランプがあります。α6600 の大きなバッテリーには及びませんが、RX100M4 よりは断然長持ちですし、α6400 と同じバッテリーですので使い回しができて良いです。また連続撮影時間も RX100M4 より長いと思いますので、安心して撮影できると思います。商品紹介レビューなどで一番手前に素早くピントが合う機能設定です。私は俯瞰撮影で様々なアイテムを撮影したいので ZV-E10 を使用するならマストで使いたい機能ですし、今から楽しみです。以上が今のところ ZV-E10 に期待する機能です。次はまとめと次回予告です。ZV-E10 と新しいレンズの組み合わせで映像がどうなるのか、また取り回しに問題がないのかどうか使ってみるのが今から楽しみです。やはりミラーレスカメラの方がコンデジより表現力は高いと思いますので、より良い映像が撮れることを期待しています。次回は合わせて購入したレンズの SEL1670Z を開封レビューしていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。